みんなこんにちはなのだ。ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンですわ。今日もアメフトの奥深い世界をたっぷり解説していくわよ。メタンちゃん、前回の動画の後、僕もアメフトの試合を見てみたのだ。あら、素晴らしいわね。楽しんでくれたかしら？すごく面白かったんだけど、どうしても納得いかない反則があったのだ。納得いかない反則？レシーバーに少しぶつかっただけですぐに黄色い旗が飛んできて、一気に何十ヤードも抜体になったのだ。あれは絶対に厳しすぎるのだ。ふふ、なるほどね。アメフト初心者が必ず一度は起こるあのルールのことね。何なのだあの理不尽な反則は。今回のテーマはズバリパス・インターフェアランスよ。その長ったらしい名前の反則なのだ。ファンや実況からは頭文字を取ってよく PI と呼ばれているわ。アメフトにおいて最も試合を左右する最強で最悪の反則とも言えるわね。最強で最悪？今回はこの PI について、なぜそんなに罰則が重いのか、どんな条件で反則になるのか、そして NFL の歴史を変えてしまった悲劇の大事件まで徹底解説するわよ。歴史を変えた大事件？なんだかワクワクしてきたのだ。それじゃあ早速行ってみましょう。まずインターフェアランスというのは妨害という意味よ。つまりパスをキャッチしようとする選手の邪魔をする反則ね。でもアメフトって激しくぶつかってタックルするスポーツじゃないのだ。邪魔をして何が悪いのだ？良い質問ね。一番のポイントはボールが空中にある間ということよ。ボールが空中にある間？クォーターバックがパスを投げてからボールが誰かの手に触れるまでの間はオフェンスにもディフェンスにも平等にボールを取る権利があるの。だから正当なキャッチの機会を奪うような接触は全て反則になるわ。キャッチの機会を奪う接触って具体的にどんなことをしたらダメなのだ？例えばボールを水に相手に体当たりしたり、相手の腕を掴んでジャンプできなくしたり、キャッチする前にわざと転ばせたりすることね。なるほど、ボールじゃなくて人に対してプレイしちゃダメってことか。そういうこと。そしてこの PI には守備側が犯す DPI と攻撃側が犯す OPI の2種類があるわ。攻撃側も反則になるのだ？もちろんよ。レシーバーがキャッチするためにディフェンダーを突き飛ばしたりすれば OPI オフェンス、パス、インターフェアよ。この場合攻撃側が10ヤードの罰帯になるわ。ふむふむ、10ヤードの罰帯ならよくある反則って感じなのだ。でも僕が見た試合ではもっととんでもない距離を進んでいたのだ。それが守備側の反則 DPI の恐ろしさよ。 DPI のペナルティはなんと反則が起きた地点からのファーストダウンなの。反則が起きた地点？これをスポットファウルと呼ぶわ。例えばクォーターバックが50ヤードの超ロングパスを投げてキャッチ地点でディフェンスが邪魔をしたら、その反則が起きた50ヤード先まで一気にボールが進んでしまうのだ。その通りよ。それってキャッチ成功と全く同じ扱いってことなのだ。だから最強の反則と言われるの。なんでそんなに罰則が重いのだ？厳しすぎてディフェンスがかわいそうなのだ。考えてみて、もし DPI の罰帯が10ヤードや15ヤードで固定だったらディフェンスの選手はどうすると思う？50ヤードのパスを取られそうになったらわざと反則して15ヤードで済ませるのだ。大正解。その意図的な反則を防ぐためにキャッチできたはずの場所までオフェンスを進ませるルールになっているの。理にかなってはいるけど、審判のたった一つの判定で
試合がひっくり返る恐ろしい反則なのだ。ただしぶつかれば何でもかんでも反則になるわけじゃないのよ。例えばお互いにボールを見ながらジャンプして空中で足が絡まってしまった場合、これはアクシデンタルコンタクトといって偶然の接触だから反則にはならないわ。お互いにボールを取ろうと頑張った結果の事故だからセーフなのだね。あとアンキャッチャブルという重要な例外ルールがあるわ。アンキャッチャブル？どんなに激しく相手を妨害しても、そもそも投げられたパスが観客席に向かっていたり絶対に届かないような大暴投だった場合は PI の反則は取り消されるの。妨害がなくてもどうせ取れてなかったでしょうってことなのだ。面白いルールなのだ。さてここからはこの DPI が引き起こした NFL 史上最悪の悪夢について話すわね。僕に聞かせてほしいのだ。2019年1月に行われた NFC チャンピオンシップゲーム、勝てばスーパーボウルという大一番よ。ニューオーリンズ・セインツとロサンゼルス・ラムズの試合ね。第4クォーター残り2分弱、同点の場面。セインツは敵陣深くでパスを投げたわ。決まれば勝利に大きく近づくパスなのだ。レシーバーがパスを取ろうとした瞬間、まだボールが到着するよりもはるか前にラムズのディフェンダーが猛スピードでヘルメットから激突したの。それって完全にパスインターフェアランスなのだ。しかもヘルメットからなんて危険なのだ。スタジアムの何万人もの観客もテレビの前の何千万人も全員が反則だと思ったわ。ディフェンダー自身すら反則を覚悟したそうよ。セインツのファーストダウンになって時間を使ってサヨナラ勝ちなのだ。しかしフィールドに黄色い旗は飛んでこなかった。審判は反則を取らなかったのよ。はあ、なんでなのだ。歴史に残る明らかな誤審よ。結局セインツはフィールドゴールしか蹴れず、その後ラムズに同点にされ延長戦で敗れてしまったの。スーパーボールへのキックが審判の見落としで奪われたのだ。セインツのファンは激怒し、街中でデモ行進が起きたり訴訟問題にまで発展する大騒動になったわ。これをノーコール事件と呼ぶわ。僕がセインツファンだったら一生立ち直れないのだ。この事件があまりにも社会問題化したから NFL は翌年異例のルール変更を行ったの。 DPI の判定についてコーチがビデオ判定を要求できるようになったのよ。おう、それなら安心なのだ。見落としがあっても映像で直せるのだ。でもこのルールはたった1年で廃止されてしまったわ。なんでなのだ。映像で見直してもどこからが反則かという基準が主観的で曖昧すぎて判定がなかなか覆らなかったからよ。逆に試合が止まりまくって大不評だったの。審判も人間だから間違えるし、ビデオを使っても完璧には裁けない。 DPI は本当に魔物みたいな反則なのだ。そうね。でもだからこそアメフトはドラマチックで面白いのよ。さてずんだもん、すっかりおじけづいたけれどここでお待ちかね今日のおさらいクイズよ。いつでも恋なのだ。第1問、守備側がパス妨害をした時の DPI の罰対距離はどうやって決まる？反則が起きた地点まで進んで無条件でファーストダウンになるのだ。スポットファウルというやつなのだ。大正解。じゃあ第2問、どんなに激しく妨害しても PI の反則が取られない例外のパスとは？明らかに誰も取れない大暴投のパスなのだ。アンキャッチャブルなのだ。素晴らしいわ。今日も完璧ね。これでみんなも黄色い旗が飛んだ時に一喜一憂する意味が分かったはずよ。アメフトはルールの裏側を知るともっともっと熱くなれるのだ。試合の見方が変わること間違いなしなのだ。最後まで見てくれて本当にありがとうなのだ。アメフトのルール少しでも分かってもらえたら嬉しいわ。
面白かったらチャンネル登録と高評価をお願いするのだ。今すぐ登録ボタンに全力タックルなのだ。ふふ、お手柔らかにお願いしますね。おすすめの動画もぜひ見ていってちょうだい。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。なのだ。早く見たいのだ。